どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいねー。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年15号、ワンピース最新話、1043話、一緒に死のうよ、考察していきます。この1043話は、伝説の回になりました。ワンピースとは何度も言うように、そのタイトルの通り、あらゆるワンピースが繋がっていくパズルだと考えます。この1043話では、かなりのピースが埋まったかもしれません。ちょっと長くなりますが、一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。と、その前に1ヶ月以上前から考えてきた僕の狂った考察、ルフィ油樹脂説をおさらいしておきましょう。まずこちらの1037話の考察動画で考えたのは、五老星たちが言う伝説の悪魔の実とはゴムゴムの実だと考えました。さらにその実の本当の名前は太陽の神ニカを表すニカニカの実だとも考えました。そしてさらにゴムゴムの実は名前だけでなく覚醒するとその性質も少し違うものになるといち早く考えました。その性質とは数々の要素から油や樹脂だと考えました。特に樹脂の能力者なら含有樹脂、油、ゴム樹脂、琥珀、ニカはゼラチン、樹脂なら様々な性質変化が可能です。さらにもしもルフィが覚醒してその樹脂や油を使えるなら炎をまとってそれが太陽のように見えるかもしれません。それこそが太陽の神ニカ、ニカニカの実と呼ばれた理由でしょうか。そして過去に太陽の神ニカはジャヤにいたとも考え、さらに世界を夜明けへ導く者ジョイボーイもルフィだと考えました。それらをどのように考えたのかはこちらの再生リストからご覧ください。以上がここまでのおさらいです。前置きが長くなりましたが1043話の考察を始めましょう。今回1043話のスタートは前回に引き続きルフィ VS カイドウ。その結果はルフィの4度目の敗北。敗北したルフィの口からは筋肉風船ギアホースの空気が漏れて風船のように飛んでしぼみました。この空気が漏れるシーンはもしかするとルフィ油樹脂説に関係があるかもしれません。ルフィ油樹脂説、最初の動画ではルフィの技ギアとは実は油圧式だと考えました。油圧式装置にはエアー抜きという工程があります。油圧式装置に空気の気泡が入っていると装置の効き目が悪くなるので空気を抜くそうです。それがエアー抜き。しかしここまでのルフィの技はギアサードでは骨に空気を入れていました。ギアホースでは筋肉に空気を入れていました。となるともしもルフィの覚醒が油であり油圧式なら次のギアフィフスまたはギアリバースではその逆。もしかするとルフィは空気を抜けば油圧の圧力が高まってさらに強くなる。そんな可能性もあります。もしくはギアフォースの時点から実はルフィはゴムの能力を使っていないのかもしれません。ゴムの弾力によって攻撃をしたいならゴムである腕をもっと後ろへ引っ張るべきですが、ルフィはギアフォースにおいて腕を引っ張るというよりも腕を押し込んで圧力を与えその反発で攻撃しているようにも見えます。それこそが油圧式でしょうか。油圧の長所はわずかな力で角度や速度、トルク、加速度を精密にそして高速に制御できるそうです。つまり先週スネークマンで軌道を変えられたのは腕を曲げたい部分を武装化し圧力を与えて軌道を変更している油圧式だからかもしれません。脱線しましたが本編に戻りましょう。鬼ヶ島屋上の戦いはナレーションにおいて勝者百獣の街道がコールされ完全に確定されました。ルフィ敗北、ワンピース完ではなくもうちっとだけ続くんじゃ。ドクロドーム屋上の戦いにおいてはルフィの敗北です。その勝者となったカイドウですがルフィに勝てたのは CP0 のおかげ。20年前の光月おでんとの戦いと同じようにカイドウは枕言葉付きの勝者となってしまい浮かない表情で CP0 を見ると CP0 に承知の上かと問うと CP0 は無言、死を覚悟しています。これが1043話の話数の語呂合わせ一つ目、問う資産。問う資産でしょう。そんな CP0 にカイドウは金棒を思いっきり振り下ろして攻撃します。ここでもう一人の CP0 は何やら思いにふけっているので CP0 の男はおそらく死んだのでしょう。1037話で五老星は誰が死んでもおかしくないと言っていましたが死んだのはその自分たちを守るサイファーポールイージスゼロだったようです。そしてこの CP0 の描写は秀逸です。ワノ国は日本がモチーフですが上司や権力に従って自らの命を差し出して仕事を全うした CP0 はまるでブラック企業の奴隷社畜のよう。同僚の CP0 は敬礼のように帽子を触りそれは前回カイドウが言っていた名誉ある使者
しかし、実はこの五老星の命令によって動いた CP0 の男の行動によって皮肉にもルフィはこの後覚醒しますから、やはり五老星は無能でしょう。そんな CP0 への攻撃で天井が崩れ、現れたのは竜になったカイドウ。カイドウは大将である桃之助に降伏宣言させろと侍たちに迫り、さらにルフィは死んだとも言い、百獣海賊団たちは完全勝利を確信して歓喜します。これが1043話の話数の語呂合わせ2つ目、豊み。豊みでしょう。豊みとは人々が大声を上げて騒ぐことです。こちらは先週語呂合わせのみ予想できました。さらにこの豊みの語呂合わせは後半でも重要になってきます。ルフィの敗北と死を聞いて現実を悟ったキッドとロー。チョッパーは泣き出し、お玉もナミも涙目ですが、現実を受け入れられないナミは、何言ってんのあの蛇、くだらない嘘ついてんじゃないわよ、嘘つきとカイドウに罵声を浴びせます。これが1043話の話数の語呂合わせ3つ目、トゥースミア。トゥースミアでしょう。トゥースミアとは人を中傷することです。こちらも先週語呂合わせのみ予想できました。そしてこのトゥースミアにはもう一つ意味があります。それは油を塗るという意味です。1043話の語呂合わせトゥースミア、油を塗るとナミのセリフの蛇、そして嘘つき、この3点を合わせると、それは先週考えたアメリカでインチキという意味のスネークオイル、ジャユになるでしょう。このジャユを表すナミのシーンはガマの油につながり、男がガマの油でトノヤスを蘇らせようとしたことともつながり、ガマとは帰る、蘇る、帰る、帰る、帰ってくる。ルフィはこの1043話で蘇ります。さらにこのナミのセリフ嘘つきは856話嘘つきにつながるでしょう。856話の話数の語呂合わせは反ゴム、反ゴム、つまりゴムが反転、扉絵はサルカニ合戦、猿がカニになる、いや猿がニカになる。話を続けましょう。威勢よく罵倒するナミにカイドウが攻撃。それを不死鳥マルコが止めました。不死鳥です。炎のように蘇る不死鳥。これも炎の蘇りのイメージでしょうか。泣き崩れるナミ。ここでカイドウは、俺はオロチのように甘くはない。ワノ国を巨大な武器工場にする。全員が奴隷。働き疲れたらそのまま死ね。それがお前らの一生だ。と、ブラック企業どころか、暴君として君臨することを宣言。これが1043話の話数の語呂合わせ4つ目。自由死んだ。自由死んだでしょうか。こちらの語呂合わせサイトでは、ダを3と語呂合わせしているようです。そしてカイドウは、敗戦とは、こういうことだと、敗戦国、日本や現在行われている戦争とリンクするようなセリフを言い、侍たちの心を折ろうとします。ルフィという希望を失った侍やキッド、ローに襲いかかる百獣海賊団。場面は変わって口論する桃之助とヤマト。桃之助はカイドウに降伏しようと言い、ヤマトはそれはダメだと言い争っています。ヤマトはこの戦いはワノ国の20年間や散っていった格差との大名たちの無念を背負っていると言います。この大名とはもちろんヤマトを死なせぬことで20年後の未来の戦いに参戦すると1042話で誓った3人の大名、大剣豪、下月牛丸、宇月天ぷら、風月おむすび。ヤマトはこの3人の大名、侍の心を受け継いだお弟子さんのイメージでしょうか。これが1043話の話数の語呂合わせ5つ目、0を前につけてお弟子さん。お弟子さんでしょうか。侍魂を受け継ぐヤマトはここで手を引くくらいなら一緒に死のうよと真剣な眼差しで桃之助を説得します。このシーンは88話のアーロン編ナミとリンクします。88話で覚悟を決めたナミは、ごめんみんな、私と一緒に死んでとココヤシ村の人々にお願いをしていました。そしてこの88話では海で意識を失ったルフィがドクンと鼓動が鳴り蘇っています。ちなみにナミとは海のナミ。もしもルフィの隠された能力が油なら、油は太古の昔から海が荒れた時、船から魚の油をまいて波を沈めるのに使われたそうです。つまりルフィが油なら泣いている波を沈められる。これはアーロン編で泣いている波をルフィが沈めたこととリンクしています。場面は変わって鬼ヶ島屋上のルフィの死体。ルフィの死体からなんと88話と同じようにドクンと音が鳴ると、ズニーシャは桃之助に、聞こえる。懐かしいな。解放のドラムが聞こえる。ドンドゥット、ドンドゥット、ドンドゥット。前回ルフィの復活は虎の目、ロッキー3のテーマ曲、アイオブザタイガーのリズムで蘇ると考えましたが、ルフィが蘇ったリズムは太古の太鼓の音。
それは我々にも懐かしいジャヤで確認したリズムです。400年前、289話のジャヤでは、太陽の神を信仰していたシャンディアの月の民たちが、生贄の祭壇で太鼓を鳴らしていました。ちなみにこの生贄の祭壇に描かれている人物は、こちらの動画でゴムの人だと考えました。一方、そのジャヤの半分が空島へ打ち上げられた神の島アッパーヤードでは、253話でルフィたちが太鼓の音を鳴らして踊っていました。やはりこちらで考えたように、ジャヤのドクロの島と鬼ヶ島のドクロの島はつながりがあるようです。炎の前で太鼓の音で踊るルフィの影はまさに太陽の神。このキャンプファイヤーが描かれたのは253話。253話の話数の語呂合わせは煮込みシチューを見つめるルフィ。それは煮えてなんぼのおでんに候。そしてここでテレビ番組で語っていた小田先生が好きなシーンベスト3を振り返りましょう。小田先生が選んだ好きなシーン第3位は空島のキャンプファイヤー。このシーンとつながる1043話を長年待ちわびていたのでしょう。するとその次の小田先生が選んだ好きなシーン第2位が意味深です。25年間の連載の中で選んだ小田先生が好きなシーン第2位、それはやだベタベタするわ。シャボンディ諸島で分泌される天然樹脂を触ったロビンがウソップにすりつけるシーン、樹脂です。これが第2位。奥ではルフィが樹脂のシャボン玉に乗っています。もしも考察通りルフィの覚醒が油や樹脂なら、このシーンを第2位に選んだことは意味深でしょう。ちなみに第1位はワノ国の開幕シーンです。そんな覚醒したルフィが鳴らした解放のドラムの音は、先週予想した1043話の語呂合わせ豊みでしょう。豊みとは大きな音という意味です。音です。音に注目しましょう。前回の動画ではルフィとトラファルガーローの表裏一体を考えましたが、今回の描写も踏まえると、ハートの海賊団のローがサイレントで音を消したなら、ルフィは解放のドラムで心臓の音を出す。ハートのローの音消しとルフィの心臓の音出し、表裏一体。さらにこちらの動画ではローの隠し名ワーテルの語源は水であると考えましたから、表裏一体であるルフィの隠された能力は油、水と油。これも表裏一体になるかもしれません。さらにこちらの動画では1037話は37話と対応しており、キャプテンクロこそが伝説の悪魔の実のヒントキャラだと考えましたが、キャプテンクロは音なき男と呼ばれていました。音なき男キャプテンクロと解放のドラムを鳴らす男ルフィ。その解放のドラムとはおそらくビンクスの酒の歌詞と関連が深いでしょう。ビンクスの酒の考察は1年前にこのように考えました。こちらです。次に15行目の歌詞、波が踊るよドラム鳴らせのドラムとは何でしょうか。すぐに思いつくのはドラム王国ですが、僕はそれよりもドラムはそのまま太鼓だと考えます。僕の考えが正しければ、ドクロの島の左目にはドン王国があり、右目にはシャンドラがあるので、2つを合わせるとドンシャンドラとなり、それは宴の音、まさにドンちゃん騒ぎです。ドンちゃんの語源とは、歌舞伎の音楽で戦乱の場面などに使われる太鼓やドラをドンジャンと打つ音楽です。ドクロの右目のシャンドラの合言葉が鐘を鳴らせなら、ドクロの左目のドン王国の合言葉はドラム鳴らせ、つまり太鼓を鳴らせではないでしょうか。それこそが作中の擬音で使われるドンやドーンなのです。ちなみにバカとの光月おでんが裸踊りをしていた際につけていたふんどしに書かれていた手羽元を英語にすると鶏の部位ドラムスティックになるのも面白いです。このようにドラムスティックからもわかるように、ワノ国編の裏テーマはドラムを鳴らせでしょう。一方、空島編のテーマは鐘を鳴らせですから、ドラムと鐘でドンシャンドラ。それはルフィの心臓イコールドラム。そしてドラムといえばドラム缶。ドラム缶に入っているものはオイル。光月おでんが灼熱の油の中で笑って死んだなら、ルフィは灼熱の油となって笑って蘇った。光月おでんの死に際の口元とルフィの復活の口元が似ています。さらにこのニカッと笑ったルフィの口元は2はその男麦わらのルフィにつながるでしょう。アルビダの金棒を叩きつけられたルフィは前半の海の2話で効かないねゴムだからと答えていましたが、後半の海のワノ国でカイドウの金棒でやられたルフィは効かないね油だからというのでしょうか。
そして僕がルフィを油だと思う最大の理由は、サボが持つメラメラの実と相性が抜群だということです。エースとサボ、ルフィの3兄弟の絆。話を本編に戻しましょう。音を聞いたズニーシャは800年ぶりに聞く。間違いない。そこにいるぞ。ジョイボーイが帰ってきた。カエルです。カイドウの酔っ払い技はジョーゴ。反対にお酒を飲めない人はゲコと言います。ゲコとはカエルの鳴き声であり、お酒が嫌いなルフィはゲコ、蘇る、カエル。これが1043話の話数の語呂合わせ6つ目。亡霊、蘇る。亡霊蘇るでしょう。死んだと言われたルフィが蘇りました。そのルフィの姿は、なんと髪の毛が液状化して体からは煙を吐き、ニカッと笑っています。以前考えたように、ルフィはワノ国の始まりでカニによって目を覚ましました。そして今回ルフィはニカになって目を覚ましました。ニカとカニ。ニカとはニカ。太陽の神ニカ。8ヶ月前から一貫して言ってきたように、ルフィイコールジョイボーイ。ジョイボーイイコール太陽の神ニカ。これが1043話の話数の語呂合わせ7つ目。冬至祭。冬至祭でしょう。冬至祭とは巨人族の国エルバフで行われている断食、太陽の死と復活のお祭り。太陽であるルフィが一度死んで復活するイメージ。窮地ほど笑い、笑うほど日課。ルフィ復活。これは前回の動画で考えた通りでした。しかもエルバフの巨人たちのお祭り、冬至祭の語呂合わせも重なって、こちらで考えたジョイボーイ巨人説もいい感じになってきました。この太陽の死と復活は994話でカイドウが言っていた死は人の完成だに繋がるでしょう。この994話のタイトルはまたの名はヤマト。つまりルフィの死によって完成したゴムゴムの実のまたの名はニカニカの実でしょうか。そして決定的なのが、モルジブでは人々の夢を叶えてくれる木、バイアンツリーというものがあるそうですが、このバイアンツリーの別名はベンジャミンゴムの木。ゴムの木。さらにこのゴムの木をモルジブの現地の言葉で言うと、それはニカ。ゴムの木イコールニカです。モルジブにはニカアイランドという樹齢350年と言われるニカの木がある。それは美しいリゾート地だそうです。こちらコメント欄、イブラヒムさんから情報をいただきました。さらに1ヶ月前の予告通り、話数の語呂合わせから読み解いて、最も本命だと考えた1043話ピンポイントでルフィは目覚めましたから、ここまでルフィ油樹脂説は順調に推移しています。ということは、1043話の話数の語呂合わせは、樹脂の実。樹脂の実でしょうか。しかし1043話ではその性質も名前も確定していません。あくまでもそれっぽいというだけなので、1043話の話数の語呂合わせ7つ目は問う真の実。問う真の実にしておきましょう。ここでもう一度よく見て考えましょう。ルフィの髪の毛はドロッとしています。そして空気を出したはずの体からは煙が出ています。つまり液状化できて気化する物質。それは身近なものだと水か油に絞られるでしょう。ルフィがドロッとした液状化する伏線は、僕の考察理論の中でも読み間違えなければほぼ 100% の的中率を誇るおなじみの魚人島先取り説からもわかります。魚人島編の最後では液状化できる沼沼の実カリブーが登場しました。そこでルフィは肉を食べながらカリブーを倒しています。この時カリブーは古代兵器ポセイドンこと白星を捕らえようとしていましたから、こちらで考えたようにルフィはワノ国の終わりに古代兵器ウラヌスを手に入れそうです。さらに魚人島の終わりにルフィは四皇ビッグマムに喧嘩を売っていますから、ワノ国の終わりに世界政府に喧嘩を売りそうです。ちなみにカリブーはルフィの技ゴムゴムのガトリングと同じような沼沼のガトリングを出していたこともヒントでしょう。話を戻しましょう。ここで考えたいのは、やられたルフィがなぜ笑ったのかです。ズニーシャはルフィのことをジョイボーイだと呼びました。ジョイボーイとは何でしょうか。ツイッターで教えてもらいましたが、ジョイボーイとはどうやら現実世界のカリブ海の神だそうです。その詳細がこちらの本に載っていると教えてもらい、早速その本を購入したので見ていきましょう。ジョイボーイはまさしくドラムの魂、リズムの神で、カリブ海の神話では重要な役割を担っているそうです。ジョイボーイは踊り、歌い、歓喜する人間の欲求を擬人化した踊り子の神だそうで、その神話は大航海時代、アフリカから
奴隷の輸送船とともにカリブ海に渡ってきたそうです。そんなジョイボーイは人間のあらゆる欠点や問題にいつまでも微笑み続け、ドラムを叩いてリズムを刻み、苦悩を解放してくれると言います。このカリブ海の神、ジョイボーイの設定は太陽の神ニカと同じです。つまりここまでずっと言ってきたように、太陽の神ニカイコールジョイボーイイコールルフィで確定でしょう。ジョイボーイの伝説も、世界を夜明けへ導く者の伝説も、太陽の神ニカの伝説も、白星を導く魚人島の伝説も、伝説の悪魔の実も、すべての伝説はルフィです。それは100話の時点でわかります。伝説は始まった。その前の99話でのナレーションを思い出しましょう。遥か未来に語り継がれる伝説は、遥か昔に幕を開けたる物語。ルフィこそが世界各地に残された全ての伝説をつなぐもの、一つなぎ。しかしここで疑問はあります。ルフィがズニーシャの上、モコモコ王国を訪れた時は、ズニーシャはルフィをジョイボーイとは気づいていませんでした。それはなぜでしょうか。ルフィの覚醒とは一体何なのか。もしかすると笑って蘇ったルフィの人格はジョイボーイの方。キャベンディッシュのようにルフィは二重人格になってしまったのでしょうか。この謎を考えるヒントは、鬼ヶ島と何度も表裏一体だと考えたスリラーバークでしょう。スリラーバークでルフィの体には100体の影が入り、パワーアップしてナイトメアルフィになりました。このナイトメアルフィとジョイボーイルフィは繋がるでしょう。つまりジョイボーイルフィはキャベンディッシュのような二重人格というよりは、ナイトメアルフィと同じ人格が一体化しているかもしれません。しかしあまりこの展開は個人的には考えたくはありませんが、ルフィと表裏一体であるサンジが心を失わなかったなら、ルフィは逆に心を失う可能性はあります。ニカとは2つの力。そしてナイトメアルフィに海軍の剣士の影が入った時、ルフィは剣技を使いこなしていましたが、もしかすると覚醒したジョイボーイルフィは太陽の神ニカのシルエットと同じように槍や剣を使いこなすかもしれません。ここで再び油を語呂合わせしてみましょう。油の語呂合わせは油。126は本能。扉絵はジャンゴ。奴は目覚めた。ジャンゴとはジプシーの言葉、ロマ語で私は目覚めたという意味です。ジャンゴの初登場は25は嘘800。そしてジャンゴの異名はワンツージャンゴ。さらにジャンゴの2つの目はハート型。ハートが2つある。それは心臓が2つあるイメージ。いや、悪魔の実が2つあるイメージ。2つの悪魔の実の能力を持つイメージ。ジャンゴが主人公の短期扉絵連載はジャンゴのダンス天国、踊りです。先ほど考えたようにジョイボーイとは踊り子の神、ダンスの神。そして今回の1043話は143話とつながるでしょう。143話の扉絵はジャンゴとダンス対決をする鉄拳のフルボディ。このフルボディが登場したのは43話3時登場。43話と143話と1043話はつながっている。鉄拳のフルボディはすでに何度も考えたように鉄のフルボディになったサンジのヒントキャラでした。そしてサンジとルフィは完全なる表裏一体だと考えましたから、鉄拳のフルボディと鉄のフルボディになったサンジならばジャンゴイコールルフィ。ジャンゴはルフィのヒントキャラです。となると次に重要な回は1045話でしょうか。145話はドラム王国のヒルルク。タイトルは受け継がれる意志です。つまり1045話は145話受け継がれる意志とつながりそうです。1045話で解放のドラムやジョイボーイの秘密がまた一つ明かされるかもしれません。1045話の話数の語呂合わせ予想はディスコ。ディスコです。ディスコとは踊る場所。1045話でジョイボーイルフィがディスコ鬼ヶ島のライブフロアに現れ、まるで踊るようにカイドウを攻撃する。そしてこちらの動画ではワノ国の戦い構成は日本独自のトランプゲーム5人間が土台であると考えましたが、5人間では踊るという意味は切り札ジョーカーを出すことを意味します。以上です。ちなみに解放のドラムを持つルフィはドラム王国を解放しています。続いてはいつものように次号1044話の展開を話数の語呂合わせから読み解いていきましょう。1044話の話数の語呂合わせ予想1つ目は
問う資質、問う資質、問う資質というのはどうでしょうか。覚醒したジョイボーイルフィの資質や資質が問われるのでしょうか。1044話の話数の語呂合わせ予想2つ目はテンション。テンションというのはどうでしょうか。スリラーバークでナイトメアルフィになったルフィの喋り方が荒っぽくなったように、ジョイボーイルフィはいつものルフィよりもさらに陽気でテンションが高いのかもしれません。なぜならカリブ海の神ジョイボーイは踊り子の神です。さらに1044話は44話とつながるかもしれません。44話ではパティが銀を上から潰していましたが、ここでの銀の服に注目です。銀の服の背中には青い竜、青竜が描かれています。となるとパティのイメージは何でしょうか。パティとはハンバーガーのひき肉、油です。そしてパティの腕にはハートが2つ。それはジャンゴの目と同じハートが2つ。2つの悪魔の実のイメージ。2つの力、ニカ。この44話のシーンはニカが青竜を攻撃しているイメージでしょうか。つまり1044話ではニカとなったルフィが青竜の街道をダブルスレッジハンマーで攻撃するかもしれません。1044話の話数の語呂合わせ予想3つ目はデシジョン。デシジョンというのはどうでしょうか。デシジョンとは何かについて決定することです。桃之助が戦うことを決意してズニーシャに戦えと命令を出すかもしれません。1044話の話数の語呂合わせ予想4つ目は伝承。伝承というのはどうでしょうか。伝承とは伝説、ジョイボーイの伝説がおでんの公開日誌を見たヤマトや桃之助、そしてズニーシャから語られるかもしれません。以上です。ちなみにこの3月で YouTube に投稿して2年を迎えました。3年目のユデロンも引き続きよろしくお願いします。考察王に俺はなる。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。